いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しのA子です。今日は全粒粉ベーグルを作ります。3月の購入品紹介の動画でご紹介したちょっと粗挽きの全粒粉を使ってみました。その前に一つお詫びしたいことがございます。ミルクベーグルの動画で私はもう輪っかにしません宣言をしたのに、半年が過ぎた今堂々と輪っかのベーグルを作っちゃいました。本当にごめんなさいなんですけど、輪っかの成形をしたくない方はスティックタイプでお楽しみいただければと思います。私のベーグルはふかふかの軽い食感が特徴です。今回はボウルの中で1分こねるだけでできますので、最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、全粒粉、きび砂糖、塩、イースト、太白ごま油、そしてぬるま湯です。ぬるま湯は30度から35度ぐらいに温めたものを使います。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。はい、いつも先に粉類を合わせるんですけど、今日はいつもと順番を変えてみたいと思います。まずね、イースト水を作ります。生地を作るボウルにぬるま湯、そこにイーストを振り入れます。で、このように混ぜてイーストを溶かしておきます。先にこれをやった方がいいような気がしたので、今日はこんな感じでやってみたいと思います。次に粉類を合わせます。強力粉のボウルの中に全粒粉、きび砂糖、塩を入れます。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。イーストを溶かしたぬるま湯です。この中に今合わせた粉類を半分くらい入れます。いつも言ってるんですが、大体の量で大丈夫です。このくらいかな。そして混ぜます。ガーッと混ぜて、粉が見えなくなってこのくらいドロッとしたらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。ちなみに本日の室温は23度です。寒いなと感じるときは暖かいところに置いておくようにしてください。はい、10分経ちました。ではこの中に太白ごま油を入れます。軽く混ぜて残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、そして切るように混ぜます。はい、水分がこのくらい回ってきたら、今日はハムスター混ぜじゃないんですよ。今日はね、ボウルの中で手でこねます。はい、いつもね、ここでハムスター混ぜをするところなんですけど、グーでこねます。だいたいね、1分ぐらい。タイマー測っておきましょうか。1分で大丈夫。どうしてハムスター混ぜじゃないかっていうと、生地がね、すごい硬いんですよ。硬い時はハムスター混ぜできないので、ベーグルの時はグーです。グーごねです。もちろんこっちでもいいですよ。グーじゃなくてこっちでも OK。 ほいほいほい。1分経ちました。あっという間でしょ。ちょっとね、この辺もきれいにしておきましょうか。こんな感じなんですよ。これでもう OK。 表面を軽く整えます。蓋をして今度は20分置いておきます。今日も熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして 4,5 回折りたたみます。ベーグルの生地は硬いので 4,5 回で大丈夫です。生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分置いておきます。はい、20分経ちました。2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。はい、生地の表面を整えたら少し表面を慣らします。慣らした方が
こう2倍になったのが分かりやすいと思うのでこうしています。はい、蓋をして2倍くらいの大きさになるまで温かいところで一次発酵をさせます。はい、一次発酵が終了しました。熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの中に入れておくこと35分でこの2倍くらいの大きさになりました。では台の上に移します。ガスを抜いてひとまとめにします。重さを測ります。 340g。 今日は4分割です。1つあたり 85g になります。はい、重さを揃えました。では丸めます。この仮丸めの時は底はしっかり閉じなくても大丈夫です。ではタッパーをかぶせて10分ほど生地を休ませます。はい、レンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶします。きれいな面を下にして大きさの目安はだいたいカードくらい。そして巻きます。ちょっときつめにここを張らせるような感じで。閉じ目を閉じます。で、片っぽは閉じないでこんな感じで広げます。で、ここを押さえてコロコロと転がしながら伸ばします。だいたいね20センチぐらい。そしたらこの閉じ目を内側にして、でこの先っぽのところをかぶせます。2センチぐらいかな。でひっくり返してしっかり閉じます。茹でている間にこれが剥がれてしまうのでしっかり閉じます。もう一つやります。片方を広げてコロコロ転がして伸ばします。で20センチぐらいに伸びたら今度ねくるくるくるって転がしてねじります。ねじったらさっきと同じここ2センチぐらい 1.5 センチから2センチぐらいかぶせてひっくり返してここを閉じます。回転させるとちょっとむぎゅむぎゅっとしたような食感になります。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で約15分発酵させます。軽く絞った濡れ布巾をかぶせました。それでその間にフライパンにお湯を1リットル沸かしておきます。はい、15分経ったところでオーブンから出してきました。で、オーブンはすぐに210度に予熱をスタートさせています。この生地は何もかけないでこのまま待機させます。お隣ではフライパンにお湯を沸かしています。こんな感じね、いつでも OK なようにしておきます。余熱が完了するのを見計らってベーグルを茹でたいと思います。いつもね何も入れないで茹でるんですけど、
今日は蜂蜜大さじ1杯ぐらい入れて茹でようかな。蜂蜜かお砂糖を入れるとツヤよく仕上がります。このように蜂蜜をちょっと混ぜています。オーブンの予熱が完了したので茹でていきます。これね、表面になる方を下にします。で、片面30秒ずつね、合計で1分茹でます。それで今日はねじらなかった方にケシの実をまぶして焼いていこうと思います。このようにお皿に入れて準備してあります。30秒経ったかな。ではひっくり返しましょう。はい、ではね、1分経ったのでこのむぐむぐの方を先に揚げますね。どっちだっけ、これだ。茹ですぎちゃった。表面になる方を下にして、それでケシの実をつけます。うまくつくか。あ、うまくついた。はい、ではこれがなんかちょっとうまくつかなかったけど、まあいいや。はい、210度に予熱をしたオーブンで15分から17分ぐらいを目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。210度で14分焼きました。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。